こんにちは、K です。今回は新しいスケッチブックを購入したので、そのレビューがてらスケッチの制作過程を紹介したいと思っております。購入したスケッチブックはターレンスジャパンさんの絵を描く手帳シリーズのスケッチブックとなります。カラーバリエーションがとても豊富で、どれも可愛くてね、色をすごい悩んでしまったんですけれども、私がね、テーマカラーとしている黄色を今回は購入しました。こちらのスケッチブックは横が13センチで縦がね21センチのゴールドイエローというお色のスケッチブックを購入しました。絵を描いてみたいとは思っているけれども、小さめのノートや手帳で絵をね描いてみたいなって思っている方に向けて、今回はねスケッチのイラストメイキングをお届けしたいと思っております。少しね前置きが長くなりましたが、ターレンスさんのスケッチブックが気になっている方にもね参考になったらなと思っております。それではスタートです。まずはラフから描いていきます。最初は車の形を大雑把にね描いていきました。この後ペンで線画を描くときにラフの線を目安に描いていきます。ターレンスさんのスケッチブックの紙の色はアイボリーのようなね霧のある白ですね。優しくレトロな雰囲気をね感じます。私はこの色が好きなので買ってよかったなと思っております。私と同じようにこの色味が好きで、真っ白の紙以外では描きたくないなどのねこだわりがない方でしたら、このターレンスさんのスケッチブックシリーズはとてもおすすめできます。参考になりましたら大変嬉しいです。ラフが描き終わったので、今はねミリペンで線画を描いております。ペンは 0.1mm のミリペンを使用しております。ターレンスさんのスケッチブックの紙はフラットなね素材なので、ペンで線画を描くのはすごく描きやすいです。なのに紙の厚さはねそこそこあるので、紙の裏にペンが写ったりもねしません。ペンで線画を描くことに慣れてない人だったり、絵を描き始めたばかりの人とかには多分描きやすいとね思ってもらえるかなと思っております。ペンで線画をね描く順番としては、ラフの線を元に描いていくので、自分が描きやすいと思う順番で OK だと思いますが、おすすめとしては車の形から描いていき、徐々にね細かいところを追加するイメージで描いていくのがいいかなと思っております。ライトとかナンバープレートとかね細かいところを描いていくと車っぽい感じにどんどんなっていくので、描いてる時もねここら辺からはね完成が見えてくるのでね、楽しいと思うことができるかなと思います。これはね性格によるお話になるかもしれないんですけれども、余談はさておき、ラストスパートまで一気に描いていきましょう。メインの車がだいたい描き終わりました。今回は車のバッグのね背景も少し描くことにしました。スケッチをね始めたばかりで、まだまだ絵をね練習中って方はね車のみでも全然 OK です。描きづらそうだなって思ったところは、自分が描きやすいって思ったところだけ描くのようなね多少のアレンジはね全然 OK だと思います。描けないものをね無理やり描くと絵を描くことがね楽しくなくなってしまうっていうのもあるので、自分の心にね正直になって絵を描いていくっていうのがねおすすめかなと思います。で線画がね今描き終わりました。でリ消しで消して、これから色塗りに入ります。まずはね影の色から塗っていきます。影の色は濃い青のウルトラマリンと濃い茶色のねバーンとアンバーをね混ぜて作りました。最初は分かりやすく車と地面が面しているところの影から塗っていきます。続いて車の車体にも影を塗っていきます。車体に塗る影も先ほど地面に塗った影の色と同じ色でね塗りました。塗るところも先ほどの地面の影を塗った時と同じで、お写真を見て影になっているなって思っているところに塗っていきます。車は明るい黄色なのもあり、影の色がね分かりづらく感じると思いますが、なんとなく色が暗いなと感じたところに塗れば OK です。
ドアとか窓とかのね、線がね、書いてあるところの近くに影のね、色をね、塗るとね、いい感じになるので、塗るところに迷ったら参考にしてみてください。ターレンツさんのスケッチブックは、紙の厚さはね、そこそこあるんだけど、いわゆる専用の高級水彩紙のようなものに比べると薄いので、水彩絵の具を塗ると少し紙にはね、波を打つ感じになりますね。さらっと水彩で色を塗るような絵にはね、そこまで気にならないかなって思うので、ぴったりかなと思います。あとは車の後ろの背景の部分にも同じ影の色をね、塗っていきます。背景の塀の部分はこの後ね、色をね、塗るかもしれないんですけれども、ひとまずはね、影の色がメインとなるかなとこの段階では思ったので、全体的に塗っていきました。今回のスケッチは車がメインとなるので、背景の色は影の色だけになったとしても、逆にメインが際立つので、バランスがね、いい絵になると思います。また私は影の色だけを塗ったスケッチも結構好きなので、あえて塗らないっていうのもね、全然メインの色は塗らなくて影の色だけでっていうのもね、全然ありかなと思っております。色やね、柄の好みにもよりますが、同じテイストがね、好きだなと思っていただけた方にはね、参考になればなと思っております。そしてね、車のタイヤの色をね、塗っていっております。今まで塗ってた影の色がね、あったパレットのところに水彩絵の具の黒ですね、ランプブラックを混ぜてね、塗りました。タイヤのところに塗ったランプブラックをね、少しのせすぎてしまいましたので、なので何もつけてない筆で吸い取るっていうのをね、やってみました。水彩の参考にしている本に書いてあったのでやってみましたがね、うまくできなかった気がしております。ある程度絵の具がね、吸い取ることができたら、そこの部分の絵の具がね、少し薄くなっておりますので、そこの部分に他の部分と馴染むようにタイヤの色がね、均一になるように筆を伸ばして馴染ませます。このターレンさんのスケッチブックは紙もフラットなので、水彩絵の具はね、乾きやすいように感じました。今みたいに水をね、いっぱいつけて塗っている時はもちろんちょっと乾くのにはね、時間はかかるんですけれども、紙がね、フラットだからか絵の具もね、伸びやすいように感じます。で、あとはね、タイヤの周りの影はね、ちょっと濃いめにランプブラックを混ぜた影の色をね、塗っていきました。先ほどね、紙が乾きやすいのかなってお話をしたんですけれども、紙がね、乾きやすいということは、色を塗るときにスピード勝負で塗らなきゃいけない部分もあるので、本当にね、水彩絵の具を始めたばかりで色を塗るのに迷ってしまう方とか、逆に本格的な水彩絵の具の塗り重ねをしたいっていうような方にはちょっと不向きな紙質かなとは思いました。もちろんちゃんと乾かせば塗り重ねることはできます。なので私にはね、十分かなと思いました。なので手軽に水彩でスケッチをしてみたいって人にはちょうどいい紙質に感じております。手帳のようなスケッチブックで水彩スケッチをね、楽しみたいって人にはすごくぴったりに感じましたので、参考になれば嬉しいです。それではね、いよいよメインのね、車の黄色をね、今塗ってっております。色は2色の黄色のカドニウムイエローとレモンイエローという色を混ぜてね、作りました。カドニウムイエローだけでも何か違うし、レモンイエローだけでも何か違う感じがしたので、2色の色をね、混ぜて作りました。同じ黄色だけど微妙に違う色だから混ぜることでね、オリジナルのね、黄色が出来上がります。先ほど塗った影の上からも気にせず塗ってって OK です。ここでは気にせずにね、全体的に塗るイメージで塗っていくで OK です。車の黄色が塗り終わったので、次は背景の緑の茂みを塗っていきます。カドニウムレッドが少しにサブグリーンを多めで色を作りました。少し渋めの緑が出来上がります。それをね、塗ってっていきます。車の窓のところにも背景の緑の茂みが見えるので、少しね、塗っていきました。続いて、ウルトラマリンと黄土色のような色のバーントシェンナーを混ぜて、渋めのベージュのようなね、色をね、作りました。
それをね、車の下の地面に塗って、車の色とね、少し合わせるようなイメージで温かみをね、出しました。ついでに背景の堀のね、塀の部分にもね、地面に追加した色と同じ色を重ねました。塀の部分には今回バーントシェンナー多めの印象で塗ってあげると地面と塀がね少しグラデーションっぽくなるかなと思うので、うまく調和されてまとまりのある絵になったかなと思います。次に白のチャイニーズホワイトとバーントシェンナーを混ぜてアイボリーのようなクリーム色のようなね色をね作りました。それを車のナンバープレートにうっすら塗りました。ここには色をね塗らなくてもいいかなって思ったんですけれども、色を塗ったことでよりプレート感がね出たかなと思っております。色を塗った理由が明確に思いつかなくってすいません。セリランプブルーのみをね、車のライトだったりナンバープレートの近くの金属のバー、あとはねタイヤの中央の部分などのね金属っぽい部分にね塗っていきました。車の窓の部分にもねセルリアントブルーをね塗ってあげました。この車のねガラスの部分に塗るときにはその逆 L 字のような感じでねポイントでね塗ってあげるとなんかガラスっぽい感じになるかなと思います。金属とかガラスとかそういったものを塗るときは部分的な感じで塗ってあげるのがねいいかなと思います。あとは塗りすぎないがねポイントかなと思います。続いて車の車体に塗ったイエローの色味をね調整していきます。今はね同じイエローで全体的にさっき塗ったっていう状態なので少しのっぺりとしたね印象になっているかなと思うので、色を重ねることで立体感が出てよりね車っぽい印象になるかなと思います。今回のイエローはカドミウムイエローをメインで塗りました。それでね今ね余った黄色を地面にね塗っていきました。黄色がね余ったからでちょっとノリで塗ってみたんですよね。最後になりますが空の色をね塗っていきます。空の色は塗るか迷ったんですけれども、私は空の青が好きなのでやっぱり塗りました。セルリアントブルーをね左半分中心に絵の具をのせて、右側はねその絵の具をね伸ばしていくって感じで塗りました。なんとなく空が塗ってあるとラフな感じにね仕上がってるかなと思います。これにて色塗りも終わり、スケッチが完成となります。車に最初影を入れてその上から黄色を塗って、さらに黄色を上から重ねたからか黄色の中にもねいろんな色をね感じる絵になったかなと思っております。水彩絵の具の良さが出ているスケッチになったかなと思って、私はお気に入りの1枚となりました。ここまで見てくださり本当にありがとうございました。ちょうど今まで使ってたスケッチブックが使い終わって新しいスケッチブックが欲しいなって思ったので、今回のねターネスさんの絵を描く手帳シリーズのスケッチブックを今回買ったのがこの動画をね作ったきっかけではあったんですけれども、実はもう一つきっかけがございまして、それは少し前にノートでいただいたコメントで、小さなノートから絵を描くことをね始めてみたいが入門書をね教えてほしいとね言われたことがあったんですよね。この時は私がね参考にしているね書籍をねお伝えしたんですけれども、このことがきっかけで小さめのノートから絵を描くことをね始めてみたいって思ってる方に向けて、今回の私の発信内容がね参考になればいいなと思って今回の動画を作りました。入門書っていうねレベルにはねまだまだね程遠いとね自覚しているんですけれども、私のスケッチをきっかけに自分でも絵が描けるかもって思っていただけたらとても嬉しいなと思っております。今後もこんな感じで YouTube では私のスケッチをね発信していく予定です。2025年始まったばかりですが、これからのね発信に興味を持っていただけましたらぜひチャンネル登録をしていただけたら大変嬉しいです。また今回の動画とかスケッチがね良かったよって思っていただけましたらグッドボタンも押していただけましたら大変励みになります。今回の動画はブログにもね記事をまとめましたので、文章でゆっくり読みたいなって思っていただけた方は概要欄に記事のねリンクを貼っときますので、そちらからチェックしてみてください。ここまで見てくれて本当にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またね。